カラフルタウン廿日市。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在中外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と、多言語相談員のコータでお送りいたします。はい、始まりました。皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回でもうね第46回目の放送となりました。はい、でですね、今年からですね、新しく多文化共生というですねテーマを絞ってですね、2回目ということになります。はい、よろしくお願いします。お願いします。前半16時30分頃までは廿日市国際交流協会のコーナーで、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマとしては多文化共生です。はい、今回のスタジオゲストは、再び車椅子徳さんにお越しいただいております。サブゲストとしてですね、廿日市国際交流協会広報誌ブロッサムの、橋本編集長にお越しいただいております。それではお二人とも、自己紹介軽くお願いします。はい、車椅子徳さんです。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ブラッサム編集長の橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは最後までよろしくお願いいたします。それではですね、まずですね、一つ目のコーナーに行きたいと思います。国際交流廿日市。はい、ということで、前半30分は国際交流協会よりお送りいたします。その中に2つのコーナーがあります。1つ目は How to 多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関する気になった記事などを紹介します。2つ目は Newsletter from 廿日市ブロッサムです。廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報、コラム、優しい日本語などをお伝えいたします。はい、エンディングではですね、私の選んだ、世界の音楽をお届けしたいと思います。はい、それではちょっとまだ早いですけれど、How to 多文化共生ということでですね、一つ目のコーナー行きたいと思います。このコーナーでは多文化共生や、在住外国人に関する気になった記事などを紹介しています。はい、ちなみに多文化共生という言葉ですが、ご存知でしょうか？聞いたことは最近ね、どこどこで聞きますけれども、先ほども話題になってましたが、子どもたちはよく知っているけれど大人たちはあまり知らないという。そうなんですよね。子どもたちの方がですね、最近 SDGs とかですね、多文化共生とかですね、マイノリティとか結構授業で、はい、出てくるんですか？はい、出てくるのでですね、知ってたりするんですけれど、それでですね、多文化共生というですね定義もありまして、多文化共生とは、言いますね。はい、はい、異なる国籍や民族を持つ人々が互いの文化的な違いを尊重し合い、対等な関係を築きながら地域社会の構成員として共に生きていくことを示しますということでですね、重要なのは対等ということで、ね、なんかやっぱり在住外国人とかですね、日本に働きに来てる人とかですね、やっぱりちょっとね大変な状況にあったりとかですね、なんかこう日本人の方がこうねいろんなところで優位みたいな感じになるんですけれど、あくまで対等でやっぱりね地域社会の同じ廿日市市民、同じ住民としてですね共に生きていくことっていうのがね多文化共生かと思います。実際学校の中にももうその多文化って進んでるんでしょうね。そうですね。やっぱり特にですね、この前私研修行ってきて大泉市っていうところのですね、市長さんの話を聞いたんですけれど、そこのところはもう30% ぐらいが外国人でですね、市民の中でそうですね、学校などにもですねたくさんその子どもたちですね、はい、いるっていうようなですね、広島市もですね、どんどんですね今ですね廿日市市もですね、はい、人口は増えておりますのでね、そういう多文化共生が必要になると思います。はい、ですね、今日ちょっとですね紹介したい記事はですね、
2月6日、先週の木曜日の、中国新聞の記事なんですけれど、はい府中高校生がですね日本語サポートという記事です。はいはい、それで読んでいきたいと思います。外国人住民向け教室開催ということで、会話や文化体験を通じて交流。はい、府中市で暮らす外国人をサポートしようと、府中高校の生徒有志が市内初の日本語教室サンライズを開設した。月1回、日常会話や文化体験を通じて交流を深める。発起人の3年、ナラン・ジュラさん17歳はここが居場所として思ってもらえるような新しいコミュニティにしたいと意気込む。同市府中市長の市障害学習センターの一室を活用し、ナランさんたちは 2,3 年生の計7人が中心メンバーとして活動する。市内のボランティアグループの協力を得て、最近の出来事や趣味困りごとについて参加者と日本語で会話し、漢字を指導。福笑いや七夕といった季節のイベントも催す。昨年12月の初回では書道体験を企画した。2年生の冬休みに地中海のマルタ共和国へ2週間留学したナランさん。現地の人に親切にしてもらったことに感動し、同じように外国の方をサポートできたらと日本語教室を思い立った。サンライズには日の出の光のように温かく寄り添いたいと意味を込めたという。市によると、市内で生活する外国人は746人で、ベトナムやフィリピンなど東南アジア出身者が多い。日本語教室はなかったため、ナランさんは近郊の教室に参加するなどして運営方法を学んだ。今春からは県外の大学に進学するが、帰省した時には顔を出したいと話す。活動を引き継ぐメンバーの一人、2年生佐藤由紀さん17歳は、自分に芯があるナランさんは目標、方向性は変えずしっかり活動を続けたいと力を込める。教室は毎月第2土曜の午後7時から8時半で無料で開催しているということでした。いいですよね、はい、高校生がもう自主的に始めたというサポートですね。ですね、はい。でちょっと写真がね、これ YouTube で出すんですけど、写真ではですね、高校生が書道したりとかですね、外国人の人も何人か、来てこう和気あいあいとやってるですね。そうですね、はい、やはり書道っていうのはね日本の文化ですから、それをね伝えたいという気持ちと一緒にできるっていうのいいですよね。そうですね、ですごいのがですね、やはりこういう日本語教室ってですね、どちらかというとこう市役所だったり、市のセンターとかの中でですね、まあ大人の人がとかがやってるっていう感じなんですけど、こういう高校生が自主的にですね、そうですね、開くというのがですね、素晴らしいなと思いました。やはりさ、この始めた方がね、外国に行った体験がやっぱり大きかったのかなっていう話でしたよね。やはり自分がそのようにねしていただいた経験をもとに、今度は私たちが日本語のサポートをしたいっていう気持ちがね書かれてたかなと思って、やはりそういういろいろな文化交流をすることによって芽生える気持ちっていうのが大事かなと思いました。ですね、廿日市国際交流協会でもね、日本語教室をですね、7月頃からね、開いておりますけれど、こういう形でですね、府中市なんですけれど、高校生とかですね、いろんな方が自分がやりたいと思ったらですね、いろんなところでですね、いろんな団体がですね、外国人のサポートっていうことでですね、やっていくのっていうのも本当に理想的な多文化共生社会じゃないかなと。そうですね、本当今は教室をしているところに大人が多いんですけれども、大人についてくる一緒の子どもがねそこにもいるということなので、そこで一緒に交流をできるような日本人の子どももね入ってくれるとさらにいい感じになってくるかなと。そうですね、子ども同士の、あとはそういう外国人の子どもたちにね、なんか宿題を教えてくれるね、大学生とか高校生のね、なんかボランティアとかね来てくれても、いいかなと思いますし。そうですね、いろんな交流を通じてね、何か困っていることはどこかな、手伝えることは何かなっていう考えるきっかけに、ね、なってくれたらいいなと思います。なんかこういう本当にですね、市民のねこうみんながこう一緒になってですね、やっていくっていう、なんか私たちもねやっぱり国際交流協会とか外国人窓口ってありますけれど、その
ここじゃないとね本当に解決しないと、ここじゃないと頼めないじゃなくて、もうねいろんな、ね、NGO も、エイジアンさんもねいろんな活動を外国人とされてますし、さまざまなねいろんなところの団体がねそれぞれのね形で国際交流とかね多文化共生ってねありじゃないかなと、このね記事を見て、はい、やっぱりイベントごととかも結構日本の七夕っていうのが出てきたかと思うんですけれども、やはりその国にしかない文化っていうのをね一緒に体験するっていうのは、また自分のね国に戻られた時に、あそこではこんなことがあってねっていうところでね、お互いの文化を理解し合うのにいい体験になるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ続けてもらってね、高校生なんで代々と続けていただけるっていうのが大きいところかなと思いました。はい、そうですね。栗林さんのエイジアンさんもこういう最初は外国人との文化交流みたいな料理教室とかいろいろされて、そういうね、交流から始まったんですね。初めはね、いきなり相談とかね支援とかいうことじゃなかったんですけど、でもどうしても今のようになってしまいましたけどね、相変わらず続けてるのがカラフルカフェという感じでね、はい、もう何でも話し合って交流すると、これは時々やってますね。ですね。居場所作りでもあるわけです。そうですね。今居場所はいくつもいりますよね。はい、日本語教室の中でもですね、今やっぱりその言葉とか文化を教えるのはもちろんなんですけど、プラス居場所作りとかですね、そこから相談とかですね、窓口になったりとかですね、さまざまなね本当に日本語教室っていうのはね、役割が求められている時代となってきました。外国人サポートセンターのところにもやはり居場所としてお話をしに来たいっていう方訪ねてこられますよね。そうですね、うちのセンターもですね、相談員いますので、中国語とかですね、英語、タガログ語とかですね、ベトナム語の相談員がいますので、そういう時にですね来られても結構ね、もう自分の国の言葉でこうねもう何でも喋れるっていうのは、本当にですねなんかストレス解消になったりとか不安を解いたりとかするのでですね、もううちの相談センターも本当にですねまずはおしゃべりでもいいので、来てもらったら、はい、でそのおしゃべりの中の延長で何か相談事がねちょうど話ができるみたいな感じに、ね、最近なってきたような感じがありますね。はい、はい、それではですね、次のコーナーに、行ってみたいと思います。はい、次のコーナーはニュースレター廿日市ブロッサム。はい、このコーナーでは廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報などを橋本がお伝えさせていただきます。まずは2月号、一番最近が2月号で、こちら私も持ってきてるんですが、はい、トップ記事の方は杉の浦クリスマス会の活動報告っていうのが載っております。少しご紹介します。昨年12月21日土曜日に宮島まちづくり交流センター杉の浦で地元住民とフィリピン人コミュニティ交流クリスマス会を開催しました。今年は約40人の参加があり、スタッフやボランティアを合わせると50人以上が部屋中を駆け回って1時間半盛り上がりっぱなしの楽しい時間となりましたというような、はい、イベントでしたね。コウタさんもここ参加されたと思うんですが、たくさんゲームをねやりましたよね。はい、全てのゲームがですね商品が出るということで、みんな我こそは優勝ということで、みんな参加する人が目の色を変えながら結構やったんですけども、ビンゴゲーム、それでねもう本当狙った人たちはこうめくりながら、わからないながらにもこう数字を聞き取ってめくりながら一生懸命目指してましたね。風船ゲームも盛り上がりましたね。はい、そして椅子取りゲームがかなり盛り上がったという、はい、男子女子それから親と子供とねみんなでこう交わりながらやったんですけれども、最後のダンス、私たち国際交流協会頑張りましたね。はい、頑張りました。私もね、はい、ダンサーが多いですね。なんか毎日ですね朝の朝礼の前にですかね、はい、
チャチャスライドというダンスをかなり練習し、どのぐらいの期間練習しましたかそうね。ですね、毎日やって1ヶ月ぐらいやりましたよね。やりましたかね。本当もう覚えるぐらいまでやるぐらいね、はい、やったんですけれども、これが結構最後ね、全員でできるイベントとしては楽しいイベントになったんじゃないかなということで、実際に宮島のそのフィリピンの方たちも今までのこうクリスマス会の中で一番楽しかったっていう風なねコメントもいただきました。また続けていきたいと思います。はい、そしてでは次行きたいと思います。今月はイベント情報を2つお知らせいたします。1つ目、姉妹都市マスタートン青少年派遣事業参加者募集ということで、こちらもコウタさん見せてくださってますね。チラシができました。はい、こちらにあるのがそれなんですけれども、姉妹都市がですね、平成10年1998年に廿日市市と姉妹都市提携をしたニュージーランドマスタートンですが、そちらに向けて派遣事業の参加者募集ということで、始まっております。今年はもう姉妹都市提携をして27年目になります。これまでは中高生を中心とした相互交流などさまざまな交流を重ねてきましたが、コロナとなりまして一度は中断していた交流ですが、昨年度から再開したということで、今年度は青少年派遣事業を行うということが発表されました。マスタートンの学校、そして文化施設を訪問したり、ホームステイなどをして現地の生活習慣を学んだり、廿日市市を紹介したりするような交流をしてみませんかということなんですね。はい、コウタさんもいろいろな国の方に行かれてますけれども、文化交流っていかがですか？いや実はですね、私もですね今まで世界80カ国回ってきたんですけど、やはりですね青年海外協力隊とかも行ったんですけど、その原点と言われるのがですね、私大学の時にこういうようなですね、ワークキャンプと参加されたのがきっかけだったんですか？行った国はタイなんですけれど、本当にですね若い時多感な時にこういうところに参加して仲間と一緒にですね、異文化の中で行くってものすごいかけがえのないこうね体験になりますので、いいですね。ぜひですね、若い時には借金してでも旅寄せようみたいな形でいいですね、言いますね。はい、じゃあもう少しちょっとその人数とかご紹介しておきましょうか。はい、派遣人数はたったの5人ですのでね、皆さん私はぜひぜひと思う方早くご応募くださいね。実際に行く派遣期間ですけれども、8月4日月曜日から11日月曜日の1週間ちょっとですね、その時間の間に有意義な時間を過ごしていただけたらと思うんですが、実はもうその応募期間の方始まっておりまして、先週の5日から今月終わり頃ですね、25日火曜日の17時までとなっております。その時にですね、実は提出しないといけない書類等があるんですけれども、詳しくは廿日市市国際交流協会のホームページに掲載しております応募要領を読んでいただき、必要な書類をダウンロードしていただけたらと思います。またさらにですね、そのダウンロードした書類は持参または郵送で提出ということになっておりますので、お時間の方が25日火曜日の17時必着ということでご持参いただけたらと考えてます。はい、ぜひ皆さんご応募くださいね。13歳から24歳です。そうなんですよ、中学生。残念ながら私ねちょっと気持ちは24歳ぐらいなんですけれど。そうですか。はい、ちょっとだいぶオーバーしてますかね。はい、はい、中学生、高校生、大学生、大学院生ぐらいまでですかね。はい、ぜひぜひ行ってみたいという方ご応募ください。それでは2つ目のイベント紹介いきたいと思います。こちらはですね、廿日市市市民活動センターフェスティバル開催についてということで、このチラシもありましたかね。ありがとうございます。はい、楽しそうなチラシができました。日時の方は3月2日日曜日10時から15時までということで、お昼をまたいで挟んでね開催しております。場所の方は廿日市市市民活動センターということです。住所の方申し上げておきますと、廿日市市住吉2丁目 2-16 ということで、この廿日市の夢タウンから少し東の方に行って順天堂、その奥にもう少し入りまして、茶色いレンガの建物になるんですが、今目印としてですね、駐車場に白とピンクの上りの方を立てておりますので、その目印を見ながら茶色いレンガの建物、ここかということでね、ぜひお集まりください。廿日市市国際交流協会は1階の事務局内で食品と雑貨の物品販売を行います。国際色豊かにマッサマンカレー、そしてベトナムフォー、ベトナムコーヒー、これ法年祭の時出したんですけど大人気でしたね。そしてタイのスイーツ、
ベトナムの雑貨など、当日は美味しそうな匂いが漂っていると思いますよ。またご購入の飲食は駐車場に設けておりますスペースで食べることができますので、あったかいものをそのままね外の方に持ってってお召し上がりいただけたらと思います。さらに、世界面白クイズコーナーというのも設けておりまして、参加された方にはちょっとしたプレゼントもありますので、皆さんぜひご参加ください。さらに2階ではですね、午後からベトナムの方による歌、そしてフィリピンのバンブーダンスのステージ発表があります。心地よいリズムでねやってくださるバンブーダンスですので、もしかしたらその近くにいる方も参加できるのではないかというふうな話もありますので、ぜひぜひ足をお運びください。よろしくお願いいたします。はい、フェスティバルの方では他にもいろんなイベントがあるんですかね。そうですね、e スポーツとかですね、防災食品とか各ね市民団体たくさんおられますので、そこのねいろんなもの販売とかですね、e スポーツ私も出てみたいんですけれどね。いいですよね。コウタさんでも実はマッサマンカレーの方で大活躍していただくということで、そこで作って販売しなきゃいけないので、はい、料理の免許も持っていらっしゃるとかいうことで、調理師、ですよね。ですね、はい、いろんな面でご活躍いただけたらと思うんで、ちょっとした休憩の時にちょっと覗いてみたいですね。はい、それでは、次コラム優しい日本語いきたいと思います。優しい日本語とは、外国人や子ども、高齢者、障害のある方々にとって理解しやすいように配慮された簡単な日本語のことです。1995年阪神大震災を機に、日本語や英語が理解できない外国人にも情報が迅速に提供できるようにと考え出されました。つまりこの言語形式は、日本語の理解やコミュニケーションに困難を抱える人々に向けて作られています。例えば、児童たちは集団下校しますという内容は、優しい日本語ではどう伝えるでしょうか。答えは一つではありませんが、子どもたちが集まって一緒に家に帰りますと伝えることができます。このような優しい日本語のコツを、福田典子先生の執筆された記事から分けて紹介します。はい、この度も、解放誌の中に載せた記事で第2回目なんですけれども、今回ご紹介する記事は、何々は何々です。トピックとコメントで情報交換という記事をご紹介したいと思います。読んでみますね。私はスンです。ベトナム人です。25歳です。誕生日は3月10日です。家族は6人です。仕事は建設です。好きな食べ物はラーメンです。趣味はバドミントンです。これは学習者の方の自己紹介文の抜粋ですね。何々は何々です。この形はトピックを示し、それについてコメントという文の基本形です。これだけでたくさんの情報を簡単に伝えることができます。何、どこ、いつなどの疑問詞を使うと、趣味は何ですか？仕事は何時からですか？誕生日はいつですか？など会話のきっかけになります。また、目の前にあるものを指して、これは日本語で何ですか？ベトナム語で何ですか？のように、お互いの言語の語彙を増やすことができます。駅はあそこです。病院は9時からです。のように、生活場面での情報伝達もできます。何時、いつ、どこなど、目の前にない事柄は、時計やカレンダー、地図などで確かめながら話を進めましょう。会話はキャッチボールです。聞き手が受け取りやすいように、ゆっくりはっきり話すこと。相手の言葉をしっかりと受け止めることが大切です。ということですね。はい。会話はキャッチボール、いい言葉ですね。はい、ありがとうございました。はい。以上、私の担当する時間もね、いよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けした内容を含め、毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市は
ここ廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてあります。どうぞ皆様手に取ってご覧ください。最後にお伝えした内容の問い合わせ先もう一度ご案内します。廿日市市国際交流協会、電話は 0829-20-0116、火曜日から土曜日の9時から17時となっています。どうぞお問い合わせや皆様のイベント参加をお待ちしております。はい、それではですね、いよいよ最後のコーナーになりました、The Music from Around the World ということで、ここではですね、世界80カ国を回った私コータより各地で聴いた民族音楽やその国を代表する音楽を紹介いたします。今回紹介するのは、キューバのサルサです。サルサって聞いたことあります？ソースじゃないですよ。サルサソースっていうの確かにありますね。ダンスのサルサですね。違うんですね。はい。で楽しみです。はい、もう男女がこうねくるくる回ったりとかで激しいステップを、私ここで大好きでキューバに行って習ったりコロンビアで踊ったりとかですね。そうですか。はい。サルサが踊るともう踊れるともうね中南米でもうヒーローになれますのでですね。じゃあぜひ今度また教えてもらいたいと思います。はい。それではですね、曲紹介いってみたいと思います。La vida es un carnaval by Celia Cruz。